世界のジャパンチャンネルへようこそ。広大な国土に世界1位の人口を誇る中国。独裁的な社会主義国家であり、日本とは主義主張が異なりますが、政治的、経済的にも深く関わりのある国です。そんな中国に住む日本人はたくさんいますが、近年その数が減っているという話を耳にしたことはありますでしょうか。何やら中国のあるシステムがやばすぎて逃げ出しているそう。今回は中国の格付けシステムから逃げ出す日本人に関する話題と、それに対する海外の人々の反応をご紹介します。日本にとって最大の貿易相手である中国。日本企業も中国に工場を作ったり、支社を置いたりと在中する日本人も多くいます。外務省が毎年公表している海外在留邦人数によると、2000年代から上海の在留邦人数は増加し続け、2012年にはニューヨークを抜いて57,458人にまで増加しました。しかし、これをピークに減少の一途をたどり、2022年の統計では36,614人まで減少しています。上海にとどまらず、中国全体で見ても邦人数は減少し続けています。2018年、約12万人も在中していましたが、2022年になると約10万2000人にまで減少。これは日本に限ったことではなく、2020年から2021年にかけて、上海と北京における在留外国人は 28% も減少しています。世界中で中国からの脱出が相次いでいるのは新型コロナウイルスの件もありますが、中国で導入されつつあるやばいシステムに危機感を募らせたからとも言われています。そのシステムというのが社会信用評価システム。これは中国政府や企業が集めたデータに基づき、全国民を点数化し、信用度をランク付けするというもの。この社会信用システムについては、政府主導の社会信用評価のランク付けと、民間企業による信用スコアとで若干の違いがあります。中国政府が推し進めている社会信用評価システムは、2014年に本格的な構築計画を発表。2020年の実装を目標としていました。政府主導の社会信用評価は、国による国民の信用づけを意味します。公の目的としては、市民の生活における品位向上や法律の遵守、治安の向上などが目的とされています。信号無視をしたり、ポイ捨てをしたら減点され、献血をしたら加点というように、人々の行動によってポイントが加減される仕組み。信用ポイントが高い人は、より便利なサービスを受けられ、低い人は行動の制限をかけたりという罰則があります。いくつかの都市では試験的に導入されていますが、この社会信用システムというのは2023年になっても未だ完成していない状況のようです。代わりに急速に普及しているのが民間企業による信用スコア。2015年には中国の中央銀行である中国人民銀行が民間企業8社に社会信用評価のためのシステム開発の許可を出しました。代表的なものは中国の大手企業アリババグループが提供しているジーマ信用というシステム。これは15億人が利用しているとされる決済サービスアリペイに蓄積される膨大なデータを分析。分析結果をもとにスコアを算出しているのですが、その情報というのがアリペイでの決済情報やマイカーや住宅などの資産状況、学歴や職歴、さらには SNS などでの人間関係までもが反映されていると言われています。スコアは350点から950点までの範囲で表示され、スコアが高い人は様々な特典を得ることができるといいます。例えば、ローン金利の優遇があったり、電話料金やガソリン代などの各種割引、
レンタカーやホテルでの保証金の免除などが受けられるそうです。対してスコアが低いと高額の買い物が拒否されたり、飛行機や新幹線のチケットが購入できない。さらにローンが組めないなどのデメリットがあります。このようなジーマ信用などの信用スコアはあくまで民間でのサービス。しかし中国共産党の独裁政権国家であり、徹底的な管理体制をとってきた中国政府がこれを利用していないとは考えにくいですよね。ジーマ信用の技術や情報を利用して本格的な国民の信用評価システムを構築しようとしていることは明らかです。今後もあらゆるネットワークの情報管理、至るところに設置されている監視カメラによる徹底的な監視体制となることが予想されています。中国政府による社会評価システムでの徹底的な監視社会になることを危惧した海外企業や人々が続々と中国から逃げ出していると囁かれているのです。この話題に対し海外の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。中国怖すぎる。実際に起こっていることとは思いたくない。マジで怖いよね。中国のトップの言いなりになるしかないじゃん。逆に世界の信用を失ってしまうと思う。中国政府にとって得な情報を提供したら高得点になるんでしょ？国民の大半が自ら道徳的な行動ができないからこんなシステムで抑圧するしかないのか？こんなシステム化で国民がどうなるかなんて分かりきってる。政府に対して文句を言えなくなるのさ。これだから中国のデバイスやサービスは怖くて使えない。情報を政府に渡してポイント稼ぎにされそう。10年間で上海から日本人が2万人も減ったらしい。彼ららしい賢い選択だな。アメリカに生まれたことに心底感謝する。街中で監視されて生活するなんてまっぴら。胃が痛くなる内容だね。こんなシステム絶対に世界に広まってほしくない。こんな息苦しい生活耐えられない。中国人は文句を言わないのだろうか。つくづく我々とは違う国なんだというのが思い知らされるね。確かにルールを守れば治安は良くなりそうだけど、ますます格差が広がりそう。以上が海外の人々の反応でした。国民の評価システムを導入しているのが中国ということに底知れない恐怖を感じさせますね。この社会評価システムについてもう少し詳しく見ていきましょう。2018年に正式に運用が開始された山東省宜解市を例に見てみると、18歳以上の市民が対象に独自のポイント制度を導入。1000点の持ち点からスタートし、そのポイントによってランクが分けられています。1150点以上でトリプル A となり、その信用は模範レベル。1050点から1149点は WA で優秀レベル。1000点から1049点で A の普通レベル。そしてスタート時点からマイナスとなった950点から999点はランク B で信用可能レベルに。さらに下回った801点から949点は C の警告レベル。800点以下になってしまうと D で不信用レベルとされてしまいます。評価項目は合計29分類3411項目で、減点内容が25分類3242項目、加点内容が4分類169項目と細かいもの。加点に比べて減点が圧倒的な多さなのが目につきますね。減点の内容について、例えば公共安全などの分類を見てみると、赤信号の無視で減点5点、飲酒運転による半年間の免許差し押さえ、かつ1000元以上2000元以下の罰金に処された場合、50点減点。医療費の支払いが退院後90日を過ぎると10点の減点。この他にも
正確な減点数などは不明ながら、政府の批判をネットで広める、頻繁に両親を訪ねない、権力者に対する違法な抗議などが減点対象とされていると言われています。そして社会的信用がないと判断された場合、街中のスクリーンなどに顔写真と住所などが公開されるという恐ろしい事態にも。また、至るところに設置されている監視カメラによって、いつどこで誰が何をしているかを瞬時に捉えており、信号無視やポイ捨てをした人の顔や ID 番号などがスクリーンに映し出されるというのも至るところで見られます。信用ポイントが低い人にはさらなるペナルティも。飛行機や新幹線のチケットの購入制限や公共サービスへのアクセス禁止、子供の私立学校への入学拒否など、ランクによってはなかなか厳しいペナルティが与えられるようです。では逆にどのような行動が加点になるのかというと、献血1回につき10点の加点。年間の寄付額が10万元から50万元以内であれば30点加点。他にも具体的な点数は不明ですが、メディアで政府を褒める、慈善事業をする、高齢の家族を介護するといったことが加点対象になると言われています。そうしてポイントが加点されると、受けられるサービスも待遇が良くなります。例えば模範レベルになると、住宅ローン金利が 5% から 10% ほど低くなったり、公共料金が安くなる、学校の入学や雇用の優先権が得られるなどがあるといいます。加点対象が少なくメリットも限定的な反面、減点対象が多くプライバシーの公表や行動制限など厳しい制限を受けることから、いかに減点されないよう貧困法制に生活するかという点を重視しているように見受けられます。実際に導入されたいくつかの都市では、街からゴミが消え、違法駐車もなくなり、信号を守る姿が見られるそうです。政府が掲げていたルールの厳守や治安の向上という目的には、ある程度効果を発揮したと言えます。しかし、その実態は表向きの治安の向上を理由にした国民を徹底的に管理したい中国政府による監視体制システムであると見られています。信用の基準はあくまで政府が決めるとあれば、中国政府にとって不都合なものはすべて減点対象ということになるでしょう。減点対象に政府の批判なども挙げられていることから、政府に批判的な行動を抑圧することは目に見えています。無数にある監視カメラで常に監視され、ネットの世界でもすべての情報が筒抜け。さらには点数化され管理される。今後の中国は表向きの世界は治安が良く貧困法制なユートピアのようで、その実態は理想郷には程遠いディストピアのような国になってしまうのでしょうか。中国政府は今後も導入を推し進めているようですので、中国にいる日本人はますます減っていくかもしれませんね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションはミナがお送りいたしました。